前回アップした動画、サイズイコールベビーメタル論の動画が2500回以上再生されている。私のニッチな動画の平均再生数は200はいかないと思うので、さすがはベビーメタルの力だと思う。今、YouTube のアルゴリズム的に動画が再生されやすくなっていると思うので、もう一つのとんでも理論をベビーメタルファンの皆さんに見てもらいたい。これから解説するのは、なぜスーメタルの声はメタルの爆音の中であんなに響いてくるのか。なぜ私たちはスーメタルの声を聞くと感動してしまうのか。という問いへの回答である。この理論は、私が2016年頃だったか、ブログに書いていたベビーメタルの二次創作小説の中で記したものである。その小説の中では、スーメタルの声が悪霊を浄化する力を持っているのだが、その力を証明するためにでっち上げた内容である。しかし、私はこの理論を半ば本気で信じているし、実はスーメタルの歌にはそんな力があると思っている。だって、私のようなおっさんの心を浄化してくれるのだから。なお、これからそれっぽい音楽理論が出てくるが、私は学生時代にアマチュアバンドをしていただけで、音楽を専門に勉強したことのない、ただの素人だということを断っておきたい。スーメタルの声を周波数解析してみた。音源はファーストテイクのザワン。一番の終わりに伴奏なしでスーメタルの声のみになるところがある。と、優しく声が伸びるのだが、この部分である。音階はファの音。周波数で言うと 350Hz だ。さて、注目していただきたいのは、その他のピークだ。これは倍音にあたる。よく倍音を含む良い声だと聞くことがあると思うが、世で言う倍音を含むいい声は、音階的な倍音を含むという意味ではないのではないかと思う。世で言う倍音を含む良い声というのは、エアリーな声質を指す場合が多いように思う。代表的な歌手だと、宇多田ヒカルさん。彼女の声はとても魅力的だが、音階にはない多数の音を含んでいるところが特徴だと思う。それゆえ、その揺らぎが心地よさを生んでいると考えられる。対してスーメタルの倍音は、まさしく音階的な意味での倍音だ。倍音というのだから、2倍、3倍の音ということなのだが、グラフを見ていただくと一目瞭然。基本となる音、ファの上の倍音もファの音だ。周波数で言うと 700Hz。これを第2倍音という。次のピークは 1050Hz。これは音で言うとどの音にあたる。どの音はファの音から全音プラス全音プラス全音プラス半音、つまり1オクターブと完全5度離れている。これを第3倍音という。次が 1400Hz。第4倍音は2オクターブ上のファの音。次がレベルは少し下がるが、第5倍音で2オクターブプラス超3度と、教科書通りの倍音が続く。そう、スーメタルの声はまるで楽器のように、きれいに規則的な倍音が出ているのだ。それも第4倍音くらいまでは、ほとんど気音と大差ないレベルで発生している。これは彼女の声が理想的な響き方をしているということだ。声帯が発するファという音に、たくさんの高音が連なっている。それは彼女の鼻腔で鳴っているのかもしれない。口内で鳴っているのかもしれない。ともかく、たくさんの音の連なりが、彼女の張りがあるのに、時に優しい声の源になっているのだと思う。同じように、綺麗な響きの倍音を出す歌手として有名なのは夏川りみさんだろう。さて、スーメタルの声の特徴は分かったとして、次はメタルミュージックとの相性である。メタルといえば、何といってもディストーションギターが特徴である。歪んだギターの音がザクザクなってこそメタルだろう。歪んだギターの音色とは、
基本周波数が飽和して倍音が強調された音だ。その音を生かすためにメタルではパワーコードが多用される。ではパワーコードとは何か。それは一般的な3和音のコード、トライコードから3度の音を抜いたものである。先ほどのファ、F のコードで説明すると、一般的な F のコードはファ、ラ、ドと3つの音からなる。この3音からラの音を抜いたのが F のパワーコードである。これは3度の音を歪ませると複合音が発生して不明瞭になってしまうためだ。ところが5度の音程だと重ねても複合音が目立たない。ここでスーメタルの声に戻るが、スーメタルの倍音が強いのは第2倍音、オクターブ上のファの音と第3倍音、オクターブ上プラス完全5度の音。どの音だった？スーメタルの声自体がファとドというパワーコードと同じ音なのだ。つまり激しいバンドの音は実はスーメタルの声の響きを邪魔しない音だった。これがあの爆音の中でスーメタルの声が埋もれない理由なのだ。歪んだ音の中で音楽的に埋もれない音の積み重ねで構成されたスーメタルの声はメタルにぴったりマッチした声だったのだ。さて、ここからはスーメタルの声を聞くとなんだか涙が出てしまうというおっさんの謎を解いていく。だんだん眉唾度が増してくるが、これはエンタメである。気にしないで聞いてもらいたい。先ほどのパワーコードの話の続きになるが、パワーコードは3度の音を省く。3度の音はメジャーコード、マイナーコードを決定づける音なので、この音を省くことによりメジャーマイナーの区別が曖昧になる。メタルではマイナーコードのメロディーに歪ませた音のパワーコードで速いテンポでバッキングをするケースが多い。そうするとリズムや音質も合わさってマイナー調特有の悲しい感じが希薄になる。ただメロディーがマイナー調であるため若干は悲しげな雰囲気が残っており、独特の激しくて哀愁を含んだメロディーになる。ベビーメタルの曲ではいじめだめ絶対当たりが代表的だろう。さらにスーメタルの歌声はなぜだか省かれているはずの3度の音を感じ、マイナー感が強調されてよりエモーショナルになることがある。その謎を解く鍵もパワーコードにある。実はパワーコードと同じ完全5度のみの響きを使った音楽がパワーコードが生まれるはるか昔から存在する。それは聖歌、賛美歌だ。中世ヨーロッパの音楽では完全1度、完全4度、完全5度、完全8度の4つの音程だけが美しい響きであるとされ、3度の響きは不協和なものとされてきた。ところが古来合唱などでは本来聞こえるはずのない高い声がしばしば聞かれる現象が知られており、これは天使の声などと呼ばれて神秘的に語られていた。つまり気音と完全5度の音の組み合わせで聞こえることのない和音が聞こえることがあるのだ。スーメタルの声は気音プラス完全5度の倍音がかなり含まれていた。つまり私たちはスーメタルの声に本来は存在しないはずの響きを感じ取っているのだ。そのせいでスーメタルが一見激しくメタルを歌っているようでも、私たちおっさんはいやおっさんに限らないのだが、ともかくマイナーな響きで物悲しさを感じたり、メジャーな響きで無くなるものを感じたりして涙するのだ。そしてその声で邪悪なものを浄化してという話は妄想が過ぎるのでやめておく。ということで長くなったが以上がスーメタルの歌声に感じる魅力を科学的に分析した風の持論だ。賛否両論あると思うが、そこまで真剣に捉えずエンタメとして楽しんでほしい。